こんにちは、ウルトラマイクロマニアックスです。今日のレビューは、先日、XK 社から発売された XK A120 Airbus A380 をお送りします。本機は XK 社のビギナー向け固定翼機 A1 テケテケナンバーの最新作。今まで UAV、戦闘機、輸送機とバリエーションに富んだ機体が発売されてましたが、いずれも軍用機でした。今回民間機、旅客機をモデルとした初めての機体です。モデルとなる Airbus A380 は先日全日空がハワイ便に就航させたことで国内でも知られる存在となりましたが、超大型機による大量輸送というスケールメリットの追求は多様化する時代のニーズから乖離しており、ボーイングがジャンボから手を引いたように、エアバスでも生産終了とロイターが伝えました。登場からわずか10年余り、後継機もなく生産終了というのは、この世界ではとても短命です。さて、本機のモデリングは旅客機の滑らかな造形を EPP で上手に再現しており、若干胴体が細かったり、車輪が簡略化されているなどのデフォルメはあるものの、エンジン吸気口など細かいディテールが必要とされる部分にはプラパーツを使い、エアショーで世界を驚かせたデモ機そのままのカラーリングを再現するなど、そのエレガントなシルエットは旅客機マニアも納得の出来栄え。もちろん特徴的な上下に伸びるウィングレットも健在です。飛行性能のためのモディファイは尾翼のわずかな拡大程度で全体として見れば微小で、前作の A120Y20 がプロペラ風が届かない T 型尾翼のためエレベーターを全誘導式に変更していましたが、本機は実機とほぼ同じ尺寸のエレベータとなっていて、スケール再現性は高くなってウェルカムですが、同シリーズ中、最も小さい面積のエレベーターには若干の不安が残ります。ここらは飛行させて確認してみたいと思います。スペック。重量は実測で 61g です。A130 よりも 10g も軽くて浮きが良さそうですね。飛行テスト。ふわっと軽い浮き上がり。スロットル連動でエレベーターアップとなるので、フルスロットルするだけで離陸できそうです。まずは、機体に慣れるべく、まったりと完熟飛行します。同じ A シリーズの A110 や A130 と比べると、旋回性能がとても良いです。狙ったところにアプローチできるので、ローパスも楽々。もう一発、ローパス。心配していたエレベーターの機器も全く問題ないです。このくらいレスポンスが良ければ、ループも背面もいけそうな気がします。早速、ループからチャレンジ。もう一度ループ。環境風のせいでねじれちゃいましたが、汚いまくれループではなく、結構綺麗なループを描けます。エレベーターがこんなによく効くとは思ってなかった。嬉しい誤算。シリーズ随一のロールしやすい機体が功を奏して、ハイレートモードでロールに合わせてエレベーターアップを当ててあげれば、
驚くほど旋回半径を小さく抑えて回れます。これは楽しい。ループもお手の物だし、この感じだとおそらく背面もいけます。というわけで、背面チャレンジ。背面。そのまま旋回。A100 よりも背面が楽です。ジャイロが背面を許容してるような印象です。本日初めて触った機体なので、高い高度で行いましたが、飛ばし込んで機体になれれば、ローパスプラスアルファの高度でできると思います。何よりも素晴らしいな、と思うのは、失速知らずの機体だ、ということ。いや、実際は失速してるんですが、高体格の大きい主翼が生む水平安定効果と、強い自己復元力が翼端失速を抑制し、加えて優秀なジャイロがスロットルを上げさえすれば、瞬時に姿勢回復を行ってくれる安心感があるので、A130 のような緊張は一切ないのです。ほんと、素晴らしい。飛び姿もかっこいい上に、背面もできちゃう。この A シリーズは、偶数ナンバーが当たり機体かもしれません。少なくとも本気は大当たり。さて、そろそろバッテリー残量がなくなってきたので、着陸させようと思います。着陸も驚くほど簡単で、アプローチラインに乗せたら、スロットルワークに集中し、最後にエレベーターを引いてフレアをかければ、精度の高い美しい着陸が可能です。